はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日、派遣の仕事が休みの私は、ただいま出かけております。本日は5月1日水曜日ですが、世間一般で言ったらゴールデンウィーク期間中です。私が働いている就業先の会社というのが、この4月30から5月2日までの平日というのが休みとなってしまいました。当然そこで働く派遣社員の私も休みとなってしまって、不本意ながらこのゴールデンウィーク期間中、私10連休となってしまいました。正社員の皆さんであれば、給料の月給制なので給料の変動はないかと思いますが、我々派遣社員は働いてなんぼ、働かなければ当然その分の日給が出ません。なので、このお金のないゴールデンウィークほど苦しいものがないという状況でございます。ただですね、せっかくいただいたこのゴールデンウィークの休みを利用して、私はあるものにこれから行こうと思っております。それは何かと申し上げましたら、今年のですね、雪まつりの動画の中でちらっとお話ししたかもと思いますが、そうです。鬼滅の刃展でございます。鬼滅の刃原画展でございます。それが、先月からここ札幌で開催されているのであります。そしてですね、その会場というのがこのピンク色のやらしい建物、ここがその原画展の会場となっております。で、この原画展の会場というのが東一条なんとか劇場という劇場なんですよ。ホールではなくて劇場なので、どんな感じなのか、今現在こうパッと見もうすでに会場はしてるんですよ。なので今現在どのくらいお客さんが来てるかどうかわかんないんですけども、これからちょっと向かって入って原画展を見たいと思います。私ですね、鬼滅の刃、こんなしょぼくれたおっさんなのではありますが、鬼滅の刃が結構好きなんですわ。私がその実際鬼滅の刃をリアルで少年ジャンプを見た時というのが、実は最終回でした。鬼滅の刃自体はその鬼退治の話というのは知ってたんですけども、鬼滅の刃の最終回って現代じゃないですか。なので、あれ鬼退治の話なのになんで現代なのという違和感を持っていたのが、まさかの最終回だったという話でございます。そう言っている間に会場の入り口らしきところに着きました。やはりここが会場の入り口でしょうか。なんかあまりにもシーンとしていて、とても不安になってしまいます。ただし入り口と出口と書いてあったんで、やはりここがメインの入り口かと思われます。私はですね、今回この鬼滅の刃展、チケットの種類がですね、何個かあって、この原画展自体は4月19日、先月の4月19日から始まって6月23日までやってるんですけども、今回一般の2000円というチケットではなく、私今回このグッズ付きのチケットを買いました。何のグッズがもらえるのかわかりませんが、これがちょっと入ってみたいと思います。ただ先ほどもお話言いましたように、この会場自体が劇場なんですよ。劇場で原画展をやるというのが、どこまでその原画を展開できるのか。劇場といったらステージがあって座席があって、それが劇場じゃないですか。それなのにこの原画展をやるという、そこら辺がどんなもんなのか、ちょっと入ってみたいと思います。当然多分中は撮影禁止と思われますので、一旦撮影はここで中止して、これから中に入りたいと思います。
ということで、今私、こちらにて、原画展を見てきたところであります。所要時間はですね、2時間半。最後のグッズコーナーでちょっと何を買おうか悩んで、それも、その時間も含めまして、トータルで2時間半私、この中にいました。会場としてはこの劇場の中だったんですけども、その展示してるスペースっていうのが、劇場のステージも使ってましたね。ステージとか、バックヤードの通路とかに仕切りをこう立てて、で、ステージ上もこう仕切りを細かく作って、その回遊できるような、で、そこに原画を貼っ付けてあるというような感じでした。ただですね、その建物の中っていうのが、フローリングの硬い床だったので、そこに2時間立ちっぱなしでずっと見てたっていうのも、なかなかしんどいですね。で、途中にトイレコーナーもなく、トイレは最後の出てきたところにあるという感じです。なので、一旦入ったらもう最後まで出られませんよ、という感じになってます。で、肝心の原画の方だったんですけども、本当にもうそのまま、作家の小峠先生が描いた原画がそのまんま貼っ付けられているという感じでした。やはり原画展の良いところは、実際にその作家さんの描いた痕跡、ペンの筆圧だったりとか、修正箇所とか、手書きのメモとかを分かることができるのが原画展の良いところだと思います。ただ一つ残念だったのは、その展示している原画というのは白黒のものだけ。カラー作品、その週刊誌とか漫画でもカラーの話ってあるじゃないですか。カラーの作品はなかったです。複製という文字があって、多分その元々のカラーの原画を複製したものはあったんですけども、カラーの原画は1枚もなかったのがちょっと残念でした。で、今回ですね、入場特典として、こちらの色紙、先ほども映しましたこちらの色紙をもらいました。で、これは先着のプレゼントなんですよ。先着である程度の枚数に達したら終了しますというものなんですけども、5月1日時点ではまだいただけました。先月の4月19日からこの札幌会場始まったんですけども、まだ余っているようです。そしてあと私今回は、グッズ付きの入場券で買って、こちらのオリジナルグッズスタンドケースというのももらいました。普通の入場券が2000円で、このグッズ付きが3600円、約1600円ぐらいの価値があるものと思われます。家に帰ってから中を確認したいと思います。あとですね、最後、お土産のグッズコーナーでいろいろあったんですけども、散々悩んであまり買えませんでした。買ったのは主に2種類ですね。まず1つ目がこちら。原画展特製一口羊羹。これ一緒に住んでる親父へのお土産ですね。こちらで1620円、そんなにしたっけ。800円ぐらいだと思ってましたの羊羹です。あとはこちら、アクリルキーホルダーコレクションを買ってみました。で、今回のこのグッズコーナーで一つ残念だったのが、このアクセサリーのキーホルダーとかいろいろなグッズがランダム販売してるんですよ。で、これも全種類10種類あるんですけども、買ってみないと何が入っているかわからないというグッズが多かった。これって嫌ですよね。本当だったらこの中の私はこのキャラクターが欲しいというのがあるはずですけども、買ってみないと何が出てくるかわからない。じゃあいっぱい買うしかないというのはちょっと商売としてはいやらしいですよね。ということで今回私はこの10種類のうちの2つだけ買ってみました。私の目標としては禰豆子か甘露寺蜜里
このどちらかが出てくれば当たりかなと思ってます。まず1個目開けたいと思います。何が出てくるでしょうか。かまどねずこ、もしくは甘露寺蜜りが出てきたら当たりですね。お、甘露寺蜜りが出てきました。まあいいんじゃないでしょうか。ちょっと私が狙ったものとはちょっと違いますけども、まあ甘露寺蜜りが出てきただけでも大したもんです。でもう一個、こちらでねずこが出てくれば私の引きの強さが証明されると思いますけども、つゆりかなおでした。まあかなおはかなおで、まあ私も好きなんでいいんですけども、そっか。そっか。ということで、本日の鬼滅の刃原画展の総評を述べるとしたら、とても良かったです。はい。やはりですね、その普段目にすることのできない漫画の作家さんの生の原画を見ることができるというのは、とても良い経験だと思います。札幌開催は来月6月までやってますので、北海道にお住まいの方はぜひ、この機会ご覧になってみてはいかがでしょうか。ただ一つだけちょっと感じたのが、原画の展示の仕方だったんですけど、胸の高さだったりとか、胸の高さと腰の高さと睨んで展示したりとか、そのコーナーによってバラバラなんですよ。なのでじっくり見ていた私は立ったりしゃがんだり立ったりしゃがんだりを繰り返してちょっと疲れたかなと思ってます。だったら胸の高さで全て統一してくれた方がいいなと思ったんですけども、胸の高さだとお子さんが見れないのかなとちょっと思っちゃいました。まあそこはいろいろあるのかなと思いつつも、本日は良い経験ができたかなと思ってます。ということで、本日の動画、大沼鬼滅の刃原画展を見るでした。